はい、こんにちは。宮尾健二です。今回はタイトルにもあるように 125cc クラス原付2種のスクーター紹介のパート2となり、こちらのヤマハ社の紹介となります。パート1ではホンダとスズキ社について紹介していますので、よろしければそちらもご覧ください。早速ですが、紹介車種の主なデータはこちらになります。じっくり比較したい方は一時停止してご覧ください。では最初はヤマハ NMAX です。発売日は2021年6月28日です。T-MAX などから続く MAX シリーズの末定ということで、スタイリングも塊感があるというか、力強さを感じさせてくれるデザインとなっています。エンジン関係については最高出力12馬力、最大トルクは 1.1kg です。ホンダ PCX に比べて若干低いんですが、ただし PCX よりも低い回転数でそれぞれの最大数値を発生します。なお PCX などホンダ車や、スズキのアドレス110についてはパート1で詳しく紹介していますので、よろしければそちらもご覧ください。燃費はリッター 46.9kg、燃料タンク容量は 7.1 リッターです。燃費も良くてタンク容量も大きいですので、航続距離は PCX に次いで 332km と非常に長い距離となっています。またアイドリングストップが採用されています。続いて安全装置です。ブレーキは前後独立の ABS を採用しています。PCX は前輪のみでしたが、こちらは前後ともに ABS で、さらにトラクションコントロールシステムを備え、滑りやすい路面でも後輪スリップを抑止してくれます。続いて装備関係です。鍵はスマートキーを採用しています。電源は 12V の DC ジャックを備えています。少し見えづらいですが、シガーソケットタイプですね。シート下のラゲッジスペースは23リッターと小さめです。リアボックスをつけてしまえば容量は増えますが、スタイルが気に入っていてボックスはつけたくないとか、30リッターぐらいあれば十分なのになといった場合にはちょっと悩ましいところですね。それと特徴的な装備としては、ヤマハモーターサイクルコネクトというアプリを使うことで、スマホで様々な車両状況を確認することができます。スロットル回路とか回転数をスマホに表示したり、バッテリーコンディションや燃費も確認できますし、故障も検知したら教えてくれます。逆にスマホの情報、例えばメールや電話の着信などをバイクのメーターに表示してくれたりもします。運転中にそれらが分かったとしても対応できないので、必要性があるかどうかは疑問ですが、アプリと車両が接続されるとバイクの時計が自動で調整される機能もあるので、これはいいかもしれません。機能については詳しく話をしていると長くなってしまいますので、興味がある方はヤマハのホームページを見てみてください。価格は36万8500円、先代モデルから値上がりしてホンダ PCX より高くなってしまいました。続いてヤマハシグナスグリファスです。シグナスグリファスってちょっと呼びにくいですね。発売日は2021年12月23日です。こちらはヤマハモーター台湾で日本向け仕様として生産されたものですが、正規販売モデルとなります。エンジン関係については最高出力12馬力、最大トルクは 1.1kg で NMAX と全く一緒です。燃費はリッター 44.5kg、燃料タンクは 6.1 リッターとなっており、こちらは NMAX の方が優秀ですね。ホームページを見る限りではアイドリングストップはなさそうです。続いて安全装置です。ブレーキは ABS ではなく UBS、ユニファイドブレーキシステムが採用されています。UBS とはコンバインドブレーキシステムのヤマハ版の読み方で、ホンダでいうところのコンビブレーキシステムと同様、前後連動ブレーキのことです。名称がメーカーごとに異なるのでややこしいですね。なおブレーキ周りに ABS のセンサーらしきものが見えるんですが、台湾では ABS 仕様のものが発売されているらしいです。このあたり今後変更があるかもしれませんし、正確には分かりかねますので、もし間違っていたら申し訳ありません。続いて装備関係です。鍵は普通の物理キーですね。キーシャッターがついています。電源は 5V2A の電源がついています。シート下のラゲッジスペースは28リッターあります。PCX の30リッターには及びませんが、NMAX の23リッターより大きいです。価格は35万7500円。PCX と同じ価格ですが、性能や装備などは PCX の方が充実していますので、個人的にはこちらを選ぶ理由はあまり思い浮かばないです。ただし定価ではなく値引きまで含めると価格差などから選択肢に入ってくるかもしれません。あとは好みの問題ですね。
続いてヤマハシグナス X です。先ほどのシグナスグリファスはシグナス X の後継なんでしょうか。そのように書いているサイトもあるんですが、現在ヤマハでは両方販売してますし、コンセプトからしてだいぶ異なるような気もしますので、個人的には後継機という感覚はあまり持てないです。発売日は2020年4月10日です。エンジン関係については最高出力 9.8 馬力、最大トルクは1キロとなっており、スポーティーなイメージがありますが、今となっては最新機種に比べて見劣りしてしまうところがあります。燃費はリッター 37.3 キロ、燃料タンクは 6.5 リッターとなっており、燃費は今回紹介車種の中で一番悪いです。ホームページを見る限りアイドリングストップはなさそうです。続いて安全装置です。ブレーキは ABS も CBS もないようです。2021年10月から継続生産者も原付2種については ABS または CBS の装備が義務化されているはずですが、ヤマハのホームページ上では生産終了のアナウンスはされていません。おそらくすでに生産は終了となっていて、現在は在庫分のみの販売ということではないかと思われます。続いて装備関係です。鍵は普通の物理キーですね。キーシャッターがついています。電源は 12V の DC ジャックがあります。シート下のラゲッジスペースは29リッターです。ここはグリファスより1リッター多いですね。価格は33万5500円。個人的にはスポーティーでちょっと高級なスクーターというイメージでしたが、今となっては装備面でも特筆すべきところもなくなってしまいましたが、もしかしてこれで最後になってしまうかもしれませんので、お好きな方は最後のチャンスとなるかもしれませんね。続いてヤマハアクシス Z です。こちらは2022年3月18日に新型が発売されます。この動画編集時点ではまだ発売されてはいないのですが、平成32年の排ガス規制に対応し、最高出力と最大トルクはわずかながら上がったものの、燃費については悪くなっています。スタンダードなスクーターの印象はそのままに、環境への対応とともにヘッドライトの光量をアップしたり、前後連動のブレーキを採用するなど各部はブラッシュアップしたという印象です。エンジン関係については最高出力 8.3 馬力、最大トルクは1キロとなっており、出力はパート1で紹介したディオ110やアドレス110などの 110cc クラスよりも下回っていますが、トルクは上回っています。また最大数値の発生回転数も馬力、トルクともに 110cc クラスより低い回転数で発生しますので、ストップ&ゴーの多い街中での運転では 110cc よりも余裕が生まれてくるのではないでしょうか。燃費はリッター 51.9 キロ、燃料タンク容量は 5.5 リッターとなっており、燃費は今回紹介車種の中でディオ110に次ぐ低燃費です。排気量が下のアドレス110よりいいですね。アイドリングストップはないようです。続いて安全装置です。ブレーキはユニファイドブレーキシステム、前後連動ブレーキを採用しています。次は装備関係です。鍵は普通の物理キーですね。キーシャッターがついています。電源は装備されていないようです。シート下のラゲッジスペースは 37.5 リッターと大容量です。今回紹介車種の中では最大の容量です。価格は27万1700円。今回紹介の 125cc スクーターでは一番安いです。その分装備的には見劣りする点もありますが、燃費やラゲッジスペースなど通勤や通学などに割り切ってしまえば非常にコスパの高いバイクです。続いてヤマハトリシティ125です。発売日は2021年4月8日です。前二輪のバイクということで、ちょっと他のバイクとは異質なところがありますが、通勤や通学など毎日乗ることを考えた場合、三輪であることから来る安定性などメリットも多いバイクではあると思います。エンジン関係については最高出力12馬力、最大トルクは 1.2 キロと高水準ですが、このバイクはその構造上、重量が非常に重くなっており、159キロ、ABS バージョンなら164キロとなっており、パワーウェイトレシオは 13.3、ABS バージョンは 13.7 と、今回紹介車両中最も悪くなっています。ちなみにパワーウェイトレシオとは車重を馬力で割った数値で1馬力あたりの重さということになり、一般的には加速性能などを比較するときに見られる指標の一つです。燃費はリッター 43.6 キロ、燃料タンク容量は 7.2 リッターとなっており、燃費は今回紹介車種の中でシグナス X の次に悪い数値となっています。続いて安全装置です。
ブレーキはユニファイドブレーキシステム、前後連動ブレーキを採用しています。また ABS 車の設定もあります。続いて装備関係です。鍵は普通の物理キーですね。キーシャッターがついています。ここまで先進的なのに鍵は物理キーというのがちょっと意外です。電源は 12V の DC ジャックが装備されています。シート下のラゲッジスペースは 23.5 リッターと小さいので、荷物が多い場合はベッドリアボックスなどが必要になりそうです。価格は42万3500円、ABS 付きなら46万2000円と、今回紹介の 125cc スクーターでは圧倒的に高額です。前二輪ということで滑りやすい路面やブレーキ時の安定感がありますし、安心安全につながる部分はありますが、高額でもありますし、ちょっと人を選ぶバイクかもしれないですね。いかがでしたでしょうか。今回はヤマハ社ですが、パート1ではホンダとスズキ社の紹介をしておりますので、よろしければそちらもご覧いただき、スクーター選びの参考にしていただければ幸いです。それでは本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録とコメント、高評価もいただけると今後の励みになりますので、ぜひお願いします。それではまた。